はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの 5C ファイルキシャンを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、中国の地域チャンピオンシップにおいて、6勝2敗1分けで上位に入賞していたデッキですね。見ての通り、見たことのないデッキが競技で活躍していたということで、今回はこちらをピックアップしてみました。基本的にはファイルキシャンの部族デッキとなっていて、魂の洞窟を4枚使えるのが今の環境での強みではありますね。正直構築で使われているのを見たことがないんですが、序盤は1マナ1の摂取クリーチャーで耐えて、毒性かオムナスでのフィニッシュを目指すデッキとなっています。オムナスはこのデッキにおいては基本的には毎ターンワンドローができるというだけのカードなんですが、パクト破りの事件を即解明完了させることができるので、コンボが決まると結構強い動きができますね。解明完了すると飛行2段攻撃警戒をつけることができるので、毒性生物をスクレルブで毒性2に上げてから2段攻撃をしたり、単純にオムナスで飛行発展クロックを入れたりと、面白い動きができるようになっています。ただし1枚差しのカードがかなり多いので、回してみた感じ、デッキの安定感はだいぶ低いかなという印象でした。サイド後からは腐敗層と渦巻き霧の更新をがっつりと入れることができるので、おそらくランプやオシロコンなどに対しては一気に毒性デッキに変えていくという形ですね。という感じなんですが、ちょっとね、試合の前に1点だけ気になった点を挙げたいと思います。見ての通り、サイド後からは青いカードが大量に入ってくるんですが、青マナがね、少なすぎて、サイド後の、カウンターや青格子がマジで打てないです。見ての通り、青マナが出る土地は5枚。一応ね、パクト破りも合わせると8枚あるんですが、サイド後は腐敗層からテンポよく青マナを構えたいので、青マナさえあったら勝っていたなっていう試合がね、かなり多かったです。さすがに青マナ5枚はね、少なすぎるんで、パクト破りなしでもせめて8枚9枚は欲しいなという印象でした。はい。ということで、今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、やっていきます。こちら後手。土地1なので、リガンしていきましょう。はい。キープしていくんですが、1、2、3と動いていきたいので、どっちかというと、ロードですかね。オムナスをね、4ターン目に出す動きが一番強いデッキなので、さあ、相手先手で、これは赤タンですね。はい。赤タンね、このデッキかなりきついです。3回目かな、当たるの。赤タンとかボロスみたいなデッキに対しては、正直めちゃくちゃきつい、印象がありますね。赤タンの場合はね、その、セスクリーチャーで、11交換が、できるんですけど、ボロスの場合は、普通にね、横を抜けていかれるので、さあ、相手2ターン目悩んでくる。これは何でしょう。一応、セスクリーチャーがいるんで、速攻クリーチャーは止めることが、できる状況ではありますが、さあ、砂時計まで使っていく。相手はおそらく赤タンタッチ緑の形ですね。さて、ということで、2ターン目はパクト破りを出していきましょう。相手が、除去を持っていなければね、いいんですが。ちょっとね、これ、注意点なんですけど、パクト破りから沼は持ってこない方がいいです。沼を持ってくるとね、オムナスを4ターン目に出すことができなくなるんで、基本的には沼以外のカードですね。さあ、相手かなりいい動き。火力もありそうですよね。はい。ただ、魔女後追いをここに使ってくる。これはだいぶありがたいですね。後続の、3マナ生きクリーチャーが生き残りやすくなったということで。保証を引く。保証もいいですね。保証からいくかな、これは。一応保証は3点火力では落とされないんで、相手戦闘前ステップで止まってくる。1マナのインスタントは持っているのは確定ですが、ここで悩むのはよくわからん。tips としてね、そのアリーナだと基本的に第一メインは飛ばした方が、こんな感じで相手の手札がね、スキルんでおすすめですね。相手がインスタントを持っているのは確定と。さあ、手札チェックしてますが、これは何を多分火遊びとかを持ってて、プレイヤーに打つかどうかっていうのをね、悩んでたと思うんですけど。
さあ、ここでも止まってくる。まあ一応暗号破りを追放していきましょう。はい。で、まあ一応相手アタックしてきたら、まあブロックしますね。全然、11交換なんで。さあ、アタックは、まあおそらくしてくるでしょう。はい。うん。まあちょっとブロックするしかないかなと。ただ、何もない。うん。いや、なんか動き的にね、火遊びは持ってそうだったんですが、まあさっきのターンね、その、戦闘前ステップでめちゃくちゃ止まってきてたんで、持ってそうですが、さあ今回も止まってくる。まあ、赤単側が、なんていうか、ここで止まってくる意味はね、ないですね。基本的に。さあ、砂時計フルに使ってくる。回線切れの可能性もこれは見えてきましたね。いや、カード触ってるから回線切れてないな。うん。まあ、このターンは、クリーチャーを並べていきましょう。一応、オムナスを出すこともできるんですが、まあ、即除去られて、大ダメージを入れられてしまうと、まあ、すぐに負けてしまう可能性があるんで、さあ、相手たらインスタント打ってこず。ここも回してくる。なるほど。であればまあ、オムナス出していきましょう。で、このターンに関しては、グリッサは殴っていいですね。グリッサ殴って、で、まあ、ブロックされなかったら、エンチャント割るモード使っていきたいということで。さあ、このターンも戦闘前ステップに止まってくる。これ何を悩んでるんだろうね。戦闘前ステップに絶対砂時計使ってきてるんで、ここで悩む理由、なんだろうね。基本的にその、まあ、自分がプレイヤーだとして、このステップで止まる理由ってマジでないんで、まあ相手がね、その青黒とかだったら、まあ、静木海斗とかをね、ケアすることもできるんですけど、まあ、それぐらいですね。止まる理由って。さあ、結局何もないですね。さあ、グリッサ通って、エンチャントを割っていく。まあ、ただ相手、緑が入ってるタイプなんで、まあ、ベールとかがね、ある可能性もありましたが、ここはオムナスを出していきましょう。まあ、ミレックスがあるんで、2点は払っていくと。さあ、パクト破りの事件が解明完了していく。まあ、これで次のターンからは、飛行警戒2段攻撃で殴っていくことができますね。さあ、ここでベールを引く。ただ、このベールは、このターン、使わないといけないですね。まあ、このターン、肺に、接種をつけることができないんで、まあ、殴ってこられた場合は、まあ、普通にジャンプするしかない。そっちに巨海の怒りを使う？これはなんだ？即走にどっちともつけて殴ってくるかと思いましたが、ドルイドに巨海の怒りを使ってきたため、そして殴らず。なるほど。ちょっと、わからなかったですが、反コンクリーチャー引いたのは結構でかいですね。オムナスに飛行2段攻撃をつけて殴っていきましょう。さあ、警戒なので、これは殴り毒ですね。上から8点を入れて、さらに、まあ、どっちとも出していきましょう。まあ、ギックスはドローしたくないですね。ちょっとライフがきつすぎるんで。さあ、何もなければこれで次のターンには、9点入れることができるので、まあ、勝っていくことができそうですね。まあ、さっきのターン多分、フルでね、即走につけて殴られてたら、ダメージね、結構入ってたと思うんで、負けもありましたが、まあ、ただこの状況であれば、さすがに、次のターンには勝っていきそう。これ投了と。じじ。で、サイドなんですけど、基本的に赤単はね、ベンセルぐらいだと思います、入れるのが。入れるカードがないんですよね。で、ノーンが多分重たいんで抜いて、ベンセルだけ入れるっていう形になるんですけど、その、
増殖させるカードがこの杖しかないんで、基本的にベンセールはもう1、3ハンコンとして使っていく感じですね。さあ、1歩目勝って2試合目。これもマリガンですね。1マナはさすがに。はい、キープしていきましょう。ただかなり微妙な反動。一応3ターン目シオルまで見えるんで、まあ、解体者かダニかっていう感じなんですけど、まあ、ドレッドを守ってれば勝てるんで、こんな感じでいきますか。さあ、まずはスクレルブを出していく。まあ、スクレルブに火力使ってくれたら、それはそれでラッキーということで。まあ、どっちかというと、マナクリーチャーが残ってほしいですね。おっと、ただ、これは次のターン大ダメージ食らいそうですね。目立ちたがり屋はね、まあ基本的にこのデッキ、ほとんどね、除去が入ってないんで、この保証ぐらいですね。保証と、あと全軍突撃が1枚だけ入ってるんですけど。さあ、まあスクレルはもう殴っていいでしょう。まあさすがにマナクリを、守るために2点はね、払いたくないんで。さあ、これはかなりダメージが入りそう。はい、火力も持ってる。うん。これで、6点入っていく。きついね。さあ、残り14まで。ということで、一旦目立ちたがりは、除去っていきましょう。で、目立ちたがりはね、さすがに返したくないんで、スクレルブを立てていくと。まあ、目立ちたがりに関しては、2点を払ってでも止めないといけないですね。さあ、エンチャント、使ってこない。もう一回目立ちたがりが来るとかなりきついですが、まあ、とりあえず、ドレッドを出していきましょう。さあ、2マナ構えてるんで、おそらくドルイドですかね。はい。さて、ドルイドからの、除去。強いね。まあ、スクレルブに考察打ってから、魔女後追いを打ってくる。まあ、ただ、マナがあれかな。いや、いけるか。まあ、ただ相手先にね、スクレルブに、考察打ってこないといけないんで、ただ、まあ、ドレッドは除去られますね。うん。まあ、フルでね、2枚だけ使ってくる形になりますが。さあ。ただドルイド出す。ドルイド出す場合は、除去ることできないですね。先に考察を打たないと、ドレッドを除去ることができないため、これは生き残りますね。うん。まあちょっとラッキーかな、これは。さあ。はい。これは守ることができるので。まあちょっとなんていうか、この試合に関しては、まあ相手に助けられてる部分がだいぶ多い気はしますが、まあ5点は通していきましょう。ドレッドをね、守ってれば、原因できるんで。さあ、そして、このデッキの問題点ですね。青マナないんで、ピアスは打てないと。まあ、青マナは、自引きするってなったら5枚しか入ってないんで、基本的には運が良くないと、青いカードは打っていくことができませんね。さあ、これでハエで、相手のクリーチャーを、まあ、相打ちすることができるんで、あとはドレッドを守ってれば、勝っていけるんじゃないかなと。さあ、もうアタックはしてこない。細いですね。まあ、ドローされたくないんで、相手のドルイド、まず除去っていきますか。さあ、アップキューブに止まってくる。まあ、マザートイを引いた可能性はありますね。引いたけど、まあ、スクレルブいるしっていう感じで。さあ、保証でドルイドを取っていきましょう。まあ、あとはじわじわと、ベール。はい。まあ、じわじわと、ドレッドで詰めていく感じでいいかなと。まあ、こっちから攻める必要はないですね。ドレッドが相打ち取られると、かなりね、厄介なことになるんで。さあ、まあ、ただ基本的には結構有利な。はい、これ投了と。GG。
さあ、やっていきます。1マナなのでマリガン。ちょっと弱いですが、まあ一応パクト破りとオムナスあるんで、キープしていきますか。一応4ターン目オムナスで、即解明完了までいけるハンドということで、ただ相手ランプ。ランプに対しては、ちょっと、まあ厳しい感じはあるんですが、止まってきてるんで、力戦持ってますね。まあ力戦は、序盤にね、使ってほしい感じではありますね。オムナスとかドレッドとかを取られる方がきついということで、さあ、ただ相手使ってきそうか、これは。悩んでますね。はい、使ってくる。まあこれに使ってくるっていうことは、まあ他にも力戦持ってるか、まあもしくは全体除去を持ってるかという可能性が高いですが、さあ土地を置いてからまあ前の木。ということで、とりあえず、グリッサを出してみましょう。まあこれが生き残ればね、だいぶでかいですが。さあ、果たして生き残るか。ただ触っているので、まあ除去は持っていそうな感じですね。お、母性樹置く。母性樹置いてからの、長い分かれメイン。なるほど。さて、まあ一番ランプで引きたくないカードを引きましたね。保証はね、もうランプに対しては何もしないカードということで。まあただの3マナ14ですね。さあ、洞窟探検。ワンドローで、まあとりあえず2点は食らってくれますね。さて。いやー、これオムナス出したくないよね。まあ一旦、パクト破りからの保証で、まあお茶を濁しましょう。まあ、1点クロックなんでないよりは強いですね。で、全体除去とかを打ってきた後にオムナスを出していきたい。はい、ですね。さあ、対応効果で、とりあえず、除去られて、ただこれ残り8点っていうのが、肝ですね。オムナスで、解明完了するんで、まあ、オムナスは8点クロックですね、これ。まあ、相手が大天使か、あとは、まあ、アトラクサーを持っていなければ、次のターンには、決めていくことができると。まあ、全除去もダメか。全除去もダメね。てか、除去がダメ。いや、結構、ただ、これはここで力戦を引けないと、こっちの勝ちですね。さあ、果たして引いているのかどうか。止まってきてはいますが、さあ、オムナス、対象で、44飛行警戒2段攻撃。果たして、さあ、殴っていきましょう。まあ、ダメージ通して、やったか。やったか、これは。やりましたね。まあ、なんとか、ギリギリね、勝つことができましたね。まあ、対ランプは基本的に、サイド後からは、まあ、全力毒性プランですね。で、カウンターと、まあ、青更新も入れていきますか。で、まあ、毒性じゃない奴らを抜いていく形ですね。まあ、脳はいらなくて、保証も基本的にいらない。まあ、全部抜くか。全部抜いた方が良さそうですね。全部抜いて、今増殖カードを入れる。ってなったらベンセールも入れた方が良さそうかな。まあ、ベンセール入れて、クズテストライ抜きますか。さあ、一歩目勝って2試合目。ちょっと重たいかな。これをキープして勝てる未来が見えないんで、まあ、マリガンしましょう。はい、こっちの方がまだ良さそう。基本的にはまあ、毒で狙っていきたいんで、まあ、土地がいらんかな。玉靴、抜いていきますか。まあ、できればね、腐敗層を一旦目に出したいんですが、まあ、これは仕方なしですね。さあ、頭蓋住まいを出していきましょう。1711。まあ、ただこれ、ランプ相手にはね、強いですからね。さあ、ただちょっと、動きは微妙ですね。
青マナがあればね、青更新構えることができるんですけど、青マナがないため、青マナがないので、まあ、全除去耐性が、まあ、皆無ですね。さあ、洞窟探検から、マナを伸ばしていく。青マナないんだよな。このターンとか特に、更新構えてターン渡すっていうのが多分ね、強いんですけど、本来は。ただ、いや、これはね、ほんと、このデッキ回してて思ったんですけど、はい、青マナないです。青マナマジでないんで、サイドカード全然使えないですね。まあ、個人的な意見ではありますけど、まあ、サイドカードとはいえど、8枚は、すべきで欲しい。さあ、全除去を打たれてしまう。まあ、本来はね、これカウンターとか更新打って回避したいとこなんですけど、っていうか、青マナあればこれ多分勝てるよな。さあ、カード2枚捨てて、全除去を捨てていく。なるほど。いやー、更新カウンターで、はい、青マナ引かず。まあ多分ね、今の更新で回避して、で、次のカードをカウンターしたら、まあ追加でね、4つ、毒がね、溜まったということで、青マナ、一応、このターンはね、更新打てるんで、そっちか。まあ一応使っていきますか。まあこのターンしか、もうね、使えないんで。さあ、一旦回避はしていきましたが、ゼットミアアンタップインからの、6マナある状況。はい。自ら運をつかめ。このカードもね、強いですよね。次のターン0マナで、はい。胸の渡りを打てるということで、青マナ、ようやく来ましたが、さすがに遅すぎる。遅すぎるよ。まあ、一旦置いていくしかないですが、まあ、ワンチャン、変なプレイをしてくれると、勝てる可能性はね、まだあるんで、続けますが、豆の木は通すしかないですね。さあ、ドローされまして、残り毒4。ただ、まあ、蓋をされてしまうと、勝てないため、大天使もこれカウンターするしかないんですけど、まあ、結局胸の渡りがこれ来るんで、はい。いや、無理かな、さすがに。お、ただ杖引く。いや、ワンチャンあるか。というか、多分ね、これもうスクレルブでエラスに回避させて殴った方が良かったですね。今7になってたら、杖で8でしょ。いや、これワンチャン逃したかも。多分このターンエラスで1毒入れてたら、7になって杖で8。で、次のターン杖で9からの、アンタップ杖で勝ってましたね。いや、これミスったな。ちょっとね、これは、諦めモード入ってましたね。で、これ次のターンにはもう負けちゃうんで、いや、無理か。3点支払わないといけないんで、いや、どっちにしろ無理ですね。ライフが持たないため、GG。さあ、1勝1敗で3試合目。サイドは特に変更なしですね。青マナが引けたらっていう感じではあるんですけど、まあ、キープしてみますか。ただ基本的にこのデッキはもう、なんていうか、青マナのすべきは期待しない方がいいですね。引けたらラッキー。はい、ラッキーなんですが、引けたらラッキーなんですが、ていうか解体差は、先に出した方が良かったですね。このというハンドですね。はい、青マナはないです。さあ、4点入れて残り15。青マナさえ引ければ、弾いて弾いて弾いてってできるんですが、はい。青マナが欲しいんだよな、これ。
お、グリッサ。まだワンチャンあるか。グリッサで、一時的封鎖割れて、で、青マナまで引いてきたら、全然ワンチャンはある。まあ、ただ確率的にはめちゃくちゃ低いですね。はい。さあ、長い別れを打たれていく。まあ、相手止まってきてるんで、まあ、群れの当たりか、まあ、もしくは束縛は持っているという状況ではありますが、まずは群れの当たり。結構ね、このデッキ回してみたんですけど、多分ね、青マナがメイン8枚あれば、全然ね、もうちょっとデッキパワーは上がるかなっていう感じはありますね。なんかあまりにも青マナが出なくて負けるっていう試合が多かったんで、相手止まってきてる。力戦もう1枚持ってますね。いや、これはさすがに青マナ引いてからオムナス出したいんですけど、さあ、自らオムナスつかめ。さすがに厳しいか。オムナス。まあ2枚目引いたんでこれは出しますか。どっちにしろカウンター打てないんで、まあちょっと投了に手が伸びかけましたが、まあ、7マナ、はい。だいたいもう負けの状況ではありますが、まあただね、このランプ戦に関してはもうこのデッキの、なんていうか、改善点がね、見えたかなと思います。青マナが欲しい。はい。青マナは、最後まで引かず。まあ一応、まだワンチャンあるんで、で、オムナスが出せてる場合は、この交友値からね、青マナが出せるので、はい、ファイマナで払って、まあ、青マナ構えと。まあ、一応更新を一回ね、打てるっていう状況ですね。さて、まあ、ただ絶望的な状況なのには変わりがないと。さあ、アトラクサは投了しましょう。GG。まあ皆さん回すときはもうちょっとね、青マナ入れてみましょう。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。